標を持てないから目指さないみたいなのがすごく嫌だなと思っていて、世の中も自分一人じゃ生きれないじゃないですか。自分一人頑張ったからって自分一人だけ報われる世界ってやっぱ僕は思うわけですよ。ビジネスモデルや収益構造を変革していってちゃんと会社として稼げるように努力をする。アップルさんのホームページに支店長で年収1000万を目指すと書かれていると思うんですけど、そこについて詳しくお伺いできればなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。稼げないからとか、将来これぐらい稼ぐんだみたいな目標を持てないから目指さないみたいなのがすごく嫌だなと思っていて、お金じゃないんですけど、でもやっぱりある程度社会的地位を上げようと思ったら、もちろんお金が上がったから社会的地位上がりますよ、偉くなりますよってことじゃないんですけど、でも一定やっぱり稼げる仕事っていう魅力も欲しいし、それだけのことを支店長はやったらできると結果を出せると思ってるので、そこは目指していきたいということで掲げていろんな取り組みを過去もしていますし、今もずっとそこは念頭に置きながらやっていると。もちろんお金よりも同時に幸せに生きるかの方が重要なんですけど、一定それにはお金も必要かなと思いますので、そこはやっぱ諦めずに目指していきたいなということでやってます。具体的に年収1000万以上目指されている、こういうことをしているみたいな内容ってあったりしますか？何をしていけばそれが実現できるのかっていうのは、まず一つは DX ですよね。シンプルに考えると、じゃあ今まで平均500万だった給料を1000万に上げようと思った時に、当然その収益が上がらないといけないじゃないですか。収益を上げるということは利益だとしたら、単純に売上を上げて利益額を大きくするのか、利益率を上げて利益額を大きくするのかっていう論理になると思うんですけど、DX としては両方可能性があるなと思っているので、労働分配率を上げるという意味では DX に関しては売上にも貢献できるし、利益率向上にも貢献できるので取り組んでいます。で、二つ目はビジネスモデルというか収益構造の変化ですよね。論理としては先ほど言った通りの論理なんで、どう売上を上げるか、どう利益率を高めるかなので、それはやっぱり既存のビジネスモデルに対して、例えば同じ人数でも売上がより上げられるようなビジネスモデルにちょっと進化させるとか、利益率を高めるためにビジネスモデルを少し進化させるとか、そういうことを常に考えて、うまくいかないものもうまくいったかなと思うものも取り組みます。3つ目は近い話ですけど、収益構造を変えるということで、今まで例えば労働分配率で何%って概念でやってたとか、もしくはこの経費って売上の何%ぐらい使うみたいなことが当たり前だったとしたら、それをやっぱ疑って、この経費って本当にいるのいらないのとか、将来的にこれってこの比率のまま上がってくんだっけ上がっていかないんだっけとか、そういうのをいろいろ計算しながら変えていく、こんなことを議論しながらやってますかね。デジタルとかテクノロジーとかを組み合わせて今より売り上げ上げたり工数を減らしたりとやられてるっていう。そうですね。自動受注とかも、例えば単身者の引っ越しとかって電話とかで見積もりから受注までしてしまうのが慣例で、優秀なアドバイザーって言われる人たちはだいたい月に100件とか受注をするのが優秀な人とかなんですけど、イコールでも100件取るのに1人だとしても1万件取るのに100人いなきゃいけないじゃないですか。これって本当に電話じゃなきゃできないのかなとずっと疑問を持っていて、で、2016年末から自動見積もりして予約するシステムを導入してやってるんですけど、今自動受注で人数にしたらマックスの時に24、5人分ぐらい、売上にしたら10億以上自動予約なんですよ。25人本当は優秀な人を育ってないと取れないものが DX 化によって自動で取れると。その仮定された25人分がここに給料発生してないわけじゃないですか。仮にこの人たちが年収300万だとしても、シンプルに7500万円で当然給料だけじゃなくてコストもかかるわけですから、約1億円に近いお金っていうのが本来かかるはずのものがかかってないと。DX して収益構造を変えて、これをやっぱり待遇とかそういうところにこう投資していくみたいな、こういうのを頑張ってやってますよね。店長レイヤーで今大体このぐらいだけど、あと何年ぐらいで目指していきますみたいな。今大体5、600万ぐらいとかだと思うんですけど、過去少し制度いじった時に7、800万ぐらい稼ぐ人がいて、でもそれは払っても妥当だったかなと思ってます。当然その給料上げるっていうと、外部の環境と自社の収益構造とかっていう掛け算だと思うんですけど、うちがだから売上100億円とかってなるぐらいの時には、そういう給与システムにして、本当に1000万稼げる人っていうのが出てくるっていう、それが最低の期限ですかね。過去にアップルさんで部合とかでやられている人がいたみたいな僕が知ったことがあると思うんですけど、部合にした時のデメリットとかお聞きできればな。これはね、賛否両論あると思いますし、もちろんそのどの業種やってるかとか、経営者の価値観とか、会社の文化によっても変わってきちゃうと思うんで、一概には言えないという前提で僕の考え方を話すと、部合って言ってもいろいろありますけど、世間一般的に言われる例えば営業の部合とかっていうのは、会社の方針と作りたい文化と意思表示
示の上でのそういう仕組みシステムだと思うんですよね。本来僕らで言うとやっぱ仕事って一人で完結できるものじゃないので、どれだけ一人で売ったからってじゃあ給料上げますよって言って簡単なんですけど、経営者ぶっちゃけ楽なんですよ、そっちの方が。だって売ったら上げればいいし、売らなかったら下げればいいし、売れてないんだからと。これものすごくやっぱシンプルに楽ですね。経営者はやっぱ固定給とかぐらいじゃない方が大変で、業績が下がっても払わなきゃいけないし、業績上がってなかなか払えなかったらもっと欲しいとかって言われるし、とにかくだからどういう会社作りたいかとか、どういう社長の価値観かとか、どういう会社の文化かとかっていうことで決まると思うんですけど、僕は焙煎があんまり好きじゃないのは、頑張ったらもらえる、頑張って成果出したらもらえるって響きはいいですけど、個人最適が結構強くなっちゃうなと思ってまして、もちろん個人の能力の最大化っていうのはテーマの一つでありますけど、チームとして成果を出すとか、会社として成果を出すっていう、個人最適よりも部門最適、部門最適よりも全体最適、全体最適をするために部門最適とか個人最適とかっていうプロセスがあるっていう話だと思うので、あんまり分野によっちゃうと、お金を稼ぎたい人、お金が中心の人、お金ばっかり考えてる人みたいなのが結構集まりがちだなという過去の失敗体験があって、あえて歩合にせずに、世の中も自分一人じゃ生きれないじゃないですか。自分一人頑張ったからって自分一人だけ報われる世界ってってやっぱ僕は思うわけですよ。みんなやっぱり何かしらの協力とか支え合いとか助け合いがあって成り立ってるので、思いっきり倍にするってなるとちょっと嫌だなっていう。本当に職種とか業種の前提がありますけど、僕が過去見てきた場合っていうとね、営業多いですけど、営業の場合っていうのは作りたい世界観は全くもって違うのでやってないですね。言い方悪いですけど、結構金にがめついやつとか、口だけうまいやつとか、それこそちょろまかしてくる人とか、こういう人がやっぱ稼げちゃうんですよ。僕が見てきた中ではですよ。でもそれで取れてるのってなぜかっつったら、会社の看板もありますし、裏側でやっぱ支えてくれてる人たちがいますし、現場の質が良くなければそこまで取れないとか、口コミが良ければそこまで取れないっていう持ちつ持たれつじゃないですか。それをやっぱり営業だけ歩合がつくとかっていうのも嫌ですし、取ってくれば神みたいなのもちょっと違うなと思いますので、もっと言うと営業がちゃんとお客様に説明してることとか、取り方によっても逆に言うとすごく良し悪しも結構出ちゃうので、お客様を受注する本質はお客様にうちで引っ越して喜んでもらいたいから、で喜んでもらうんだったらうちで引っ越してもらうのが一番でしょっていう前提のもとで取ってくるのに金いりますっていう。最低限って言ったら申し訳ないですけど、普通に給料を渡していて、世間一般からしてもまあそれなりの生活できる給料はまず担保された上で、具合がないと頑張れないとかっていうのは僕はあんまりちょっと好きじゃなくてやってないと。アップルさん的には場合というよりかはチーム全体で売り上げを上げていって、会社の業績を良くしていった上で支店長クラスで1000万円っていうところを今目指されている。そうですね。本当に会社全体でビジネスモデルや収益構造を変革していって、ちゃんと会社として稼げるように努力をするっていうのをみんなで協力してやりたいと。本日も最後まで見ていただいてありがとうございます。アップル引っ越しセンターではホームページ等で会社のことや採用のこと、様々な情報を発信しておりますので、興味持ったら見ていただけたら幸いです。また YouTube では業務の様子、研修やですね、イベント、様々な情報を発信しておりますので、こちらも興味持った方がいらっしゃいましたらチャンネル登録していただければと思います。動画のいいねもぜひつけていただけると大変嬉しいのでよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。